コウブドリはイーハ東部の大きな森の中に生まれました。お父さんはグスコーナドリという名高い木こりで、どんな大きな木でもまるで赤ん坊を寝かしつけるようにわけなく切ってしまう人でした。ブドリにはネリという妹があって、二人は毎日森で遊びました。ブドリが10、ネリが7つになった年、寒い日が続き、拳の花も咲かず、麦も栗もオリザも実がなりませんでした。ブドリの家では食べるものがなくなったりしました。次の年も同じような寒い年になりました。俺は森へ行って遊んでくるぞ。お母さん、お父さん遅いね。どうしたの？お父さん、何か持ってきてくれるの？ホダをたくさん炊いておくよ。私はこれからお父さんを探しに行ってくるよ。僕も一緒に行く。私も。ダメだよ。お前たちは家にいなさい。戸棚に粉があるから、あれを二人で少しずつ食べなさい。一緒に行く。僕も行くよ。なんたら言うことを聞かない子供らだ。お母さん。ねえ、どこ？お母さん。お母さん。こんにちは。誰かいるかね？あ、お父さんだ。ネリ。私はこの地方の飢饉を助けに来たものだ。さあ、何でも食べなさい。さあ、食べるんだ。食べるんだ。お前たちはいい子供だ。けれども、いい子供だというだけでは何もならん。わしと一緒についておいで。もっとも男の子は強いし、わしも二人は連れて行けない。おい、女の子、お前はここにいてももう食べるものがないんだ。さあ、おじさんと一緒に町へ行こう。毎日パンを食べさせてやるよ。ほら、よいしょだ。おーい、おーい、おーい。おーい、おーい、おーい。泥棒。やっと目が覚めたな。
まだお前は飢饉のつもりかい？起きて俺に手伝わないか？もう飢饉は過ぎたの？手伝いって何を手伝うの？網かけさ。網をかけて何にするの？テグスを買うのさ。あれでテグスは買えるの？うるさい子供だな。現に俺はじめたくさんのものがそれで暮らしを立てているんだ。そうですか。この森はすっかり俺が買ってやるんだから、ここで手伝うならいいが、そうでもなければどこか行ってもらいたいな。そんなら手伝うよ。けれどもどうして網をかけるの？それはもちろん教えてやる。こいつをね、いいか？こういう声にやるとはしごになるんだ。さあ、登ってごらん。もっと登るんだ。もっとさ。そしたらさっきのマリを投げてごらん。栗の木を越すようにさ。そいつを空へ投げるんだよ。なんだい、震えてるのかい？育児なしだな。投げるんだよ。投げるんだよ。空、投げるんだよ。よし、なかなか上手になった。さあ、マリはたくさんあるぞ。怠けるな。木も栗の木ならどれでもいいんだ。ああ、疲れちゃった。家へ帰ろう。イーハトーブテグス工場？さあ子供、食べ物を持ってきてやったぞ。これを食べて暗くならないうちにもう少し稼ぐんだ。僕はもう嫌だよ。家へ帰るよ。うちっていうのはあそこか？あそこはお前の家じゃない。俺のテグス工場だよ。あのうちもこの辺の森もみんな俺が買ってやるんだからな。それから一月ばかり経って、森中の栗の木に網がかけられました。次はテグスさんの卵のついた板を吊るす作業です。やがて卵から青白い幼虫が出てきて葉を食べ始めます。その毛虫たちは大きくなると、大きな黄色な繭を網の目ごとにかけます。その繭は集められ、鍋に入れて煮て、黄色な糸を取り出します。その糸は馬車に積んで出荷されて行きました。みんなテグス工場からいなくなってしまいましたが、食べ物はブドリのためにたくさん用意してありました。ブドリは古いボール箱の中に10冊ほどの本を見つけました。テグスの絵や機械の図がたくさんある本です。まるで読めないものもありましたが、木や草の図と名前が書いてあるものもありました。これらの本を読んだり、図を写したりして、ブドリは勉強して過ごしました。翌年、昨年と同じ頃に、テグス界の男が作業をする男たちとやってきました。虫たちが葉を食べ始めた頃に、突然地震が起こり、火山が噴火し、
灰が降り、虫たちが死に、テグス界の男たちはいなくなりました。食べ物もほとんど残っていません。ブドリは男たちの去っていった方に向かって歩き始めました。そして半日ほど歩いて森を出たとき、目の前には美しい桃色と緑と灰色のカードのような景色が広がりました。何でもかんでも俺は山地春と決めた。やめろって言ったらやめるもんだ。そんなに声自分と入れで。わらは取れるったって実は一粒も取れるもんでない。うんにゃ。俺の見込みでは今年は今までの3年分暑いにそういない。1年で3年分取ってみせる。やめろやめろ。やめろったら。うんにゃ。やめね。花はみんな埋めてしまったから今度は豆玉60枚入れて、それから鳥の返し100段入れるんだ。忙しいったら何のこう忙しくなれば捧げの鶴でもいいから手伝いに頼みたいもんだ。そんなら僕を使ってくれませんか？よしよし。お前に馬のさせ取りを頼むからな。すぐ俺についていくんだ。それではまず乗るかそるか秋まで見ててくれ。最高。本当に捧げの鶴でもいいから頼みたい時でな。年寄りの言うこと聞かないで今に泣くんだな。それからブドリは毎日毎日馬を使って泥をかき回しました。一日がとても長く、しまいには歩いているのかどうかわからなくなったりしました。やがて沼畑はすっかりドロドロになりました。次の朝から主人はまるで気が立って集まってきた人々と緑色の槍のようなオリザの苗を一面植えました。終わると他の人の畑に手伝いに行きます。次は草取りです。毎日毎日草取りです。ある日、主人はオリザの株に病気が出ているのを見つけました。そしてこの年は病気になった畑のオリザ作りを諦め、オリザを買った後にそばをまきました。ブドリ、今年は沼畑は去年よりは3分の1は減ったから仕事はよほど楽だ。その代わりお前は俺の死んだ息子の読んだ本をこれから一生懸命勉強して、今まで俺を山師だと言って笑ったやつらをあっと言わせるような立派なオリザを作る工夫をしてくれ。ブドリは仕事の暇に片っ端からそれを読みました。中でも空母博士が物の考え方について教えた本は面白くって何遍も読みました。また博士が1ヶ月の学校をやっていることを知り、行って習いたいと思いました。本で勉強した成果は早速その年の夏に出ました。
オリザにできた病気をブドリが木の灰と塩を使って食い止めたのです。そして4年分の収穫を得ることができました。しかし、次の年も次の年も日照りが続き、赤ひげの主人は次々に沼畑や馬なども売らなければならなくなりました。ブドリ、俺も元はイハト部の大百姓だったし、ずいぶん稼いでもきた。だが寒さと干ばつで沼畑も3分の1だ。来年はもう入れる肥やしもないのだ。こういう塩梅ではお前に働いてもらった礼をするあてもない。お前も若い働き盛りを俺のところで暮らしてしまってはあんまり気の毒だ。すまないが、どうかこれを持ってどこへでも行って良い運を見つけてくれ。ここでずっと働いていたいです。でも、仕事もそんなにないでしょうから、ご迷惑になりそうで。やっぱり、おっしゃるように新しい運を見つけるために、外に出てみます。6年間、本当にお世話になりました。ありがとうございます。ご恩は忘れません。赤ひげの主人の家を出たブドリは、2時間ほど歩いて停車場へ来ます。そして、イーハトーブ行きの汽車に乗りました。イーハトーブに向かったのは、あの本を書いたクーボー博士に会うためです。汽車がイーハトーブ市に着いたのは昼過ぎでした。クーボー博士やその学校について町の人に聞いても皆知りません。結局、なんとかたどり着いたのは夕方近くでした。